チンはドゥアンを正式に恋人候補として受け入れると宣言する。その言葉の余韻がまだ空気に残っているうちに、チンはゆっくりとドゥアンに近づき、ついにその距離を埋めて口づけを落とす。たった一瞬のはずなのに、その瞬間にたどり着くまでがやけに長い。宇宙を一周するほど待たされた気分だが、もう感無量。本日は2人がようやくこの瞬間にたどり着くまでの道のりを一気にまとめて語っていこう。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。初めてチンのアパートに足を踏み入れたドゥアンは、そこで思いがけないものを見つける。チンが元彼からもらったぬいぐるみをまだ手元に残していたのだ。一瞬胸の奥がざわつくが、ドゥアンは何事もなかったように気を取り直し、曲の練習に取り掛かる。気がつけば窓の外はすっかり夕暮れだ。ドゥアンはこのまま一泊させてもらおうと粘るが、チンにあっさりと外へ追い出されてしまう。その頃チンは全く別の感情に揺れていた。その夜初めてドゥアンという存在が自分の中で思っていた以上の重さを持ち始めていることに気づく。そして彼のことばかりが頭をよぎり始めていた。それからというもの、チンがふとドゥアンにかすかに笑いかけただけで、ドゥアンの心は宙に浮くほど舞い上がった。手についた絵の具をチンがそっと拭いてくれただけでも胸がいっぱいになる。音楽を聴きながらチンの授業が終わるのを待っていると、チンが何気なくドゥアンのイヤホンに手を伸ばし、片方を自分の耳に入れた。バッグを持とうとしても拒まれないし、映画に行こうと誘えばあっさり OK してくれる。その一つ一つが嬉しすぎて、ドゥアンは全部まとめて友達に自慢してしまう。その後、友達イムのプロジェクトを手伝うことになり、大学の宣伝ビデオを撮影することになる。だがその写真がソーシャルメディアに上がると、ドゥアンとイムの親しげな様子を見つけたチンの友達がからかい始める。チンの壁があまりにも高すぎたせいで、ドゥアンはとうとう諦めてイムのところへ逃げたんじゃないかと。チンが自分を待つドゥアンの元へ向かうと、そこにはドゥアンの友達とイムもいて、そのままみんなで食事に行く流れになる。イムは当然のようにドゥアンの助手席に座り、その様子にチンは露骨に不機嫌になるが、ドゥアンの友達2人がすかさず間に入り場を取りなす。だが運転しながらドゥアンはイムの誘いをみんなの前ではっきりと断る。そして迷いもなく自分が好きなのはチンだと堂々と言葉にする。食事の後、ドゥアンはまたチンのアパートに足を踏み入れていた。2人が並んで映画を見ているだけなのに、チンの胸にはこれまでとは全く違う感情が静かに広がっていく。そしてチンはその自分でも抑制できない感情の正体をどこか恐れていた。翌日、チンは友達とバーで酒を煽っていた。偶然同じバーにドゥアンも来ていたが、チンがきっと自分と話したくないだろうと思い、わざわざ近づくことはしない。その様子を遠くから見ていたチンは、別のテーブルの女性がドゥアンに電話番号を聞きに行く場面を目撃してしまう。その瞬間、胸の奥に言葉にならない感情が一気に湧き上がり、チンは思わず席を立ってトイレへ駆け込む。そこへドゥアンも追ってくるが、さっきの光景を見たばかりのチンはもう話す気にはなれなかった。ドゥアンは自分が嫌われたのだと思い込み、そのまま酒を煽り、タトゥー入れてやると店中に聞こえる声で宣言してしまう。その夜、泥酔したドゥアンを友人はなんとチンのアパートまで運んだ。チンはそれを拒まず、目の前で必死に謝るドゥアンを見つめながら、ついに胸の奥に溜め込んでいた本音を吐き出す。本当は一人でいれば冒険をしなくて済むから楽なのだと。自分の気持ちをコントロールできなくなると、頭の中でいろんなことを考えすぎてしまう性格なのだと。チンの方が好きなのに好きだと認められない。言葉にもできないし、やきもちさえ素直に出せない。心の中では自己再起と不安が渦を巻き、ドゥアンもきっと以前の恋人と同じように自分を本当に知ったら離れていくのではないかという思いから逃げられない。だからこそドゥアンが他の子と少しでも親しげにしているのを見ると、その不安が一気に膨れ上がり、負のスパイラルに飲み込まれてしまう。そして結局ドゥアンをさらに遠ざけるような行動しか取れなくなる。そんな姿を見ていると、チンの気持ちを思うだけで胸が痛くなる。
その夜、2人は同じベッドで眠ることになる。そして朝、ドゥアンがチンを抱きしめる形で目を覚ました。あまりに予想外の状況にチンは飛び起き、その勢いのままドゥアンに蹴りを入れてベッドから落としてしまう。その後、ドゥアンはチンをタトゥーショップへ連れて行く。前夜バーでタトゥーを入れてやると大声で宣言してしまったものの、本当は逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。それでも自分がデザインした2つのタトゥーのうちの1つをチンが足首に入れることで話がまとまる。こうしてドゥアンの右足首とチンの左足首にさりげなく太陽と月のタトゥーが刻まれた。この出来事をきっかけにチンは少しずつ自分の気持ちに正直になろうとし始めている。そしてその夜もドゥアンはまたチンのアパートに泊まっていた。翌日、ドゥアンはチンのバスケの試合を応援していた。試合が進むにつれ、劣勢になった相手チームは次第に荒いプレーを見せ始める。そしてその流れの中でチンは押し倒され、足首を痛めてしまう。それでもファールでフリースローが2本与えられ、最終的にはチンのチームが勝利した。だが試合が終わって会場から出てきたチンは友達に肩を重ねながら歩いていた。その姿を見たドゥアンはチンを押し倒した相手チームの選手に詰め寄り、胸ぐらを掴んで今にも殴りかかりそうになる。その瞬間、チンが止めに入った。そして帰ろうと言って暴走しかけたドゥアンを無理やり引き戻す。ドゥアンはチンの足首を手当てしながら、自分が怪我するよりも辛いとでも言いたげに今にも泣き出しそうな顔をしていた。その表情を見たチンは初めて自分からドゥアンの背後に回り、そっと抱きしめる。謝るチンを見て今度はドゥアンが強く抱き返した。足首は怪我しているもののダンスの本番までには治りそうで大きな問題はない。ただドゥアンの練習に付き合うため彼はしばらくチンの部屋に身を寄せることになる。2人は昼も夜も一緒に歌とダンスの練習を重ね、気づけば距離はさらに近くなっていった。やがてリハーサルの日がやってくる。ドゥアンにとっては初めてのステージなため、いざ舞台に立つと頭が真っ白になり、練習してきたことのほとんどがうまくこなせない。その夜、ドゥアンはチンに怒られるのではないかと不安でたまらなかった。だがチンは怒るどころか、たとえ全力を尽くしても明日またミスするのならそれはそれでいいと元気づける。そしてチンはただドゥアンのそばにいた。その言葉を聞いた瞬間、ドゥアンはどうしても笑顔を抑えられなかった。そして迎えたパフォーマンス本番の日、ドゥアンは相変わらず緊張していたが、いざ舞台に立つと体はしっかり練習通りに動いていた。だがその途中で今度はチンの動きが止まる。先輩から歌はうまいのに感情が足りないと言われた言葉が頭をよぎり、さらに幼い頃母親に感情を出すたび叱られていた記憶がよみがえる。耳の奥で罵声が広がり、チンはその場で完全にフリーズしてしまう。その瞬間、ドゥアンが静かに歌の続きをつなぎ、ゆっくりとチンへ歩み寄っていく。そしてそっと彼の手を取る。ドゥアンのまっすぐな感情がそのまま舞台に流れ込み、観客席の空気まで熱が帯びていく。引き戻されるようにチンはようやく我に返った。こうしてパフォーマンスは大成功に終わり、家に戻ったチンはドゥアンに感謝を伝え、そのまま静かにドゥアンの胸に頭を預けた。その瞬間に流れるくすぐったいようなこそばゆいような空気にこちらまで心が飛び出しそうになる。ドゥアンの表情がまた絶妙で、あれはまさに画面に釘付けになっている私自身の表情でもあった。チンはドゥアンを正式に恋人候補として受け入れると宣言し、ゆっくりとドゥアンに近づき、ついにその距離を埋めて口づけを落とす。そして今度はドゥアンの方からゆっくりとチンに近づいていく。唇が重なった瞬間、それまで必死に抑えていた感情が一気に溢れ出す。まるで最高級のおやつに飛びつく子犬のように、抑えきれない嬉しさと興奮がリアルに伝わってきた。また次回お会いしましょう。ではでは。